いやー、ほんと久しぶりだな、レン。元気してたか？俺俺はかなり元気だったよ。海外で暮らしてたんだけど、病気とかはしなかったしな。あ、でも一回だけすごく体調が悪くなって、さすがにやばいかと思って病院行ったらウォンバットしかかからない病気に。待て、はじめ。どうした？お前どっから入った？このマンション、壁に埋め込まれたブロックとブロックの間にちょうど指が入るくらいの隙間が空いてたんだ。だから飛行機の長旅でバキバキになってた体をほぐそうと思って登ってきたよ。すごいな。だからって接続詞が全く役に立ってないし、その他の言葉も全部聞こえたはずなのに日本語がまるで入ってこない。悪い、2年海外行ってたからな。文法もおかしくなってるかもしれない。違う違う。それで言うと2年前と変わらずよく喋るからそこは心配してないさ。お前が今撫でているそのブス猫も、どこからともなくこの部屋に入ってくるもんだから。飼い猫じゃないのか？飼ってるっていうか、勝手に入ってくるからその時だけ世話してやってるだけ。そっか。あれ、お前はちょっと痩せたか？まあ、そうだな。今から飯でも行こうか。いや、いいよ。僕は腹減ってないし。それにお前についていったら死ぬほど食わされるだろ。大丈夫だって。あれは大学時代だったからだよ。大学時代ね。お疲れお疲れ。さて、今日はどこのメガ盛り食べに行く？メガ盛りの店で1万円チャレンジして日銭を稼ぐ生活に、なんで僕まで付き合わなきゃいけないんだよ。は？ 1 万円欲しくないのかよ。1万円は欲しいよ、いつだって。というか、せめて僕みたいなガリガリじゃなくて、もっと体格のいいやつ捕まえていきなよ。がたいのいいやつって切れやすいだろなんだよ、その偏見。そういう意味で言えばお前もその一人だろ。う。盲点だった。もっと鏡見た方がいいな、お前は。鏡は結構見てるぜ。そうなの？そんな見てるイメージないけど。鍛えてっからな。なんで鍛えてんの？今度ボディービルの大会出るんだよ。は？言ってなかったっけ？言ってないよ。あれ、そうだっけ？レンが覚えてないだけだろ。ないよ。同じ学年で唯一の友達がボディービルの大会に出るなんて結構なイベントなんだから。そっか。悪いな。とりあえず出るわ。でもなんでそんな大会出るようなきっかけなんてあったっけ？僕ら大学入ってからずっと一緒にいるけど、そんなタイミングなかったぞ。いや、前終電逃して渋々歩いて帰ってた時にさ、うん。途中で有酸素運動で限界まで筋肉を追い込んでいるボディービルダーに会ってな。うん。その時、終電なくした話したら、わかった。おじさんはボディービルダーだから生活のすべてをトレーニングにしたいので、君をおんぶして君の町までジョギングするよって言い出して、え？実際、最寄りの駅まで俺おんぶして走ってったんだよ、その人。その人が帰っていく背中見てさ、ああ、ボディービルってかっこいいんだって思って。はだから、俺も終電逃した若者おんぶして最寄りまで連れて行ける人間になりたいなと思ったわけよ。どういうエピソードの着地してんだよ。そんな夢があってたまるか。レン、お前そんなひねくれたこと言ってると友達いなくなっちゃうぞ。いないんだよ、君しか。あんまり自分でこんなこと言いたくないけど。だいたい始めたって少ないだろ、友達。まあな、普通に同じ学年のやつってほとんど全員1歳年下だからさ、話してて年齢が分かった瞬間に敬語になったりするのもあるし、あれ気ましいんだよな。難しいよな、友情って。え？ん？え？おはじめって浪人してんの？ああ、俺浪人してる。年上？おう、1個な。やめてくれよ、急に敬語なんて。なんでずっとそれ言わなかったんだよ。聞かれなかったからな。聞く。僕一回も聞いたことないっけ、年齢。聞かれていたら答えているだろうから、聞いたことないってことは聞いてないんじゃないか？日本語がまるで入ってこないな。いや別にお前が浪人してても全然いいんだけど。結構言うタイミングあったけどな。でも聞いてこなかったし。こっちが悪いのこれ。どっちが悪いとかはないけど。まあ確かに。なんか食欲が一気に失せたな。悪いけど僕、今日パスで。おう、じゃあちょっとうまい飯探しにフラフラしてくっかな。あれが、お前が大学からいなくなる前の最後のセリフだったな。ああ、俺そんなこと言ってたっけ？しばらくしてお前からエアメールが届いて知ったよ。海外行ったの。海外行くこと言ってなかったっけ？言ってないよ。
結構言ってないよ。最後のセリフ、うまい飯探しにフラフラしてくっかなーなんだから。まさか世界規模でのフラフラだとは思わなかったわ。なんであの感じのまま海外行ったの？いや、違うのよ。結構いろいろあって。いろいろ？大学の近くにさ、いい感じの大衆食堂があるのよ。どの料理もすごい美味しくて、俺すごいお気に入りだったんだけど、うん。夫婦2人でやってて、お父さんもお母さんも結構年でさ、店休む日とかも増えてきたのよ。なんかかわいそうだな。だろ？で、後継者とかも恵まれずに、このままだと資金繰りもままならないから店閉めようかなって相談されたから。うん。だから世話になってる店を守るために俺が代わりに金を稼いでやろうって思って海外行ったんだ。店ついでやれよ。もちろん俺もバカじゃない。それも頭をよぎったさ。よぎったんだ。じゃあごめん、早とちりだった。でもそれには一つ懸念点があった。懸念点。俺は一つの仕事が全然長続きしない。これまでいろんなバイトしてきてシフトの中枢になった段階くらいで辞めてきた。すげえ迷惑な渡り歩き方してるじゃん。だから俺にできるのは代わりに金を稼いできてやることぐらいだなと思って海外行ったんだよ。日本でもできそうだけど。古代文明が砂漠に残した金塊を探す旅は困難を極めた。貴重な体験もしたけどな。ピラミッド素手で登ったりとか。お前、俺の家だけじゃなくてファラオの家も登ってんのかよ。で、いろいろあって金は稼いだから帰ってきたんだよ。じゃあこれでめでたく大団円って感じだ。定食屋のお父さんもお母さんも泣いてたよ。ありがとうって。いいことしたんだな。まあとはいえまたすぐ海外行かないといけないんだけどな。なんで？石油掘り当てたから権利の問題で裁判待ってんだよ。なんでそれ最初に言わないかね？聞かれてないから。そのスタンスなんだよ、学べよ。お前なんでそんなテンション上がってんだよ。ウォンバットしかかからない病気のこと思い出したんだよ。なんだその病気、聞いたことない。おいおい、聞かないスタンスは俺のお箱だぜ。うるさいよ。まあまあ落ち着けって。お前がなだめんの違くない？とりあえず今から定食屋行ってお金渡すからさ、飯はいいからとりあえずついてきてよ。わかったよ。もう結構気になっちゃってるし。行くよ。よし。あ、今定食屋の入り口改修工事入ってて、バックヤードの方に入るためには壁をよじ登る必要があるんだけど。じゃあ大丈夫です。